こんにちは。じゃあ今日はですね、ここにあります黒松の文人素材ですねを使って、針金掛けと植え替えまでやっていきたいなというふうに思います。はい。でこの木がですね、今大量にうちに入荷しておりますので、今回こういう動画を作って実際にこういう木はどうやって作っていったらいいのかなみたいな、そういう参考になればなと思ってますので、はい。実際にやって、完成まで作ってで実際に何でしょう、皆さんのお買い求めいただければ嬉しいなという動画になってます。はい。初心者向けかな。初心者向けかな。あとは黒松も今季節の作業がありますので、はい。それも同時にやっていこうと思ってます。はい。はい、お願いします。お願いします。まず最初にですね、素材をざっと見ていきたいんですけども、黒松の文人です。あんまり黒松で文人っていうのはあんまりないんですけど、はい。今回は、こういうような皮の荒れ始めた素材になってますので、これを生かした木にしていきたいと思います。でですね、足元からぐーっと捻転したり曲がってたりとかして、非常にこの木に関しては動きがあります。枝が大きく2つに分かれてますね、ここら辺。はい。で上と下になってるんですけども、今回はこれを下にもうちょっと下げてぐっと差し枝にして、上は頭を作っていくっていう、そういうような算段でおります。長い間この木もポットで入ってたんだろうなっていうのが想像できます、これの根っこを見ると。はい。なのでちょっと時期は少し早いんですけども、実際に皆さんに届く頃には植え替えも可能になってんじゃないかなと思いますので、そこまでやって完成にしたいと思ってます。まず最初に芽を整理していきましょう。であとは、フルッパを透かしていきます。はい、でちょっと分かりやすく言うと、もうちょっと大きいやつ。はい、まず最初に、こっちが幹にあるんですね。黒松に関してこうやって先の方に行って、芽がいっぱい出るんですけども、その中でフルッパっていうのがあります。フルッパっていうのは去年の葉っぱだとか一昨年の葉っぱですね。はい。それがこの枝ではこれになります。こういうの、はい。こういうフルッパに関しては、このぐらいの芽の大きさであれば全部取ってしまって大丈夫です。でもう一つ同じところから、3つとか4つとか出てる枝のをちゃんとしてもらいます。あっちが気になってて、今度は芽かきとかっていう作業になるんですけど、はい。その動画はこちら、これも参考にしてくださ芽かきの動画ですね。はい。芽かきのところ。い。一応簡単に説明しますと、今現状ここに3つかな芽があります。はい。で基本的に盆栽っていうのは二股二股で作っていきたいんですね。なんでかというと、3つとか4つあるとここに栄養が溜まりすぎて、ここがブクッと膨れてしまうんです。はい。それを2つにしてあげると綺麗な、苔順のいい枝になりますので、はい。そういうことで、2つにするんですけども、基本的には同じぐらいの力の芽を残すといいと言われてます。なので現状一番強いのは今これ芽になりますね。はい。それと中くらいのが2つあると。今ここの関係で言うと、なんつったらいいんだ前なんて説明したの。なんで同じ力のところが2つあればいいんだから、大きいの切ればいいだけなのじゃないかなと思ったんだけど。そうなんですけど、その中でも例えば中くらいのがいっぱいある場合はいはに何を残せばいいかって話になるんですけど、基本的には小白類って枝をグッと下げて針金をかけます。はい。なぜかというと、雑木に比べて枝が柔らかいので、時間が経っても枝が折れずに下向きにたわんで、それでもなお生きているから下に下げることによって古さを出せるんですけど、この枝が生えてた時に、例えばこういう角度で生えてるとしましょう。はい。それをグッと下げます。グッとそうすると、いつもより下向きの芽は取りましょうって言ってますので、これが下向きになるんですよ。はい。これを取ってあげると綺麗に横向きに V になるので、横向きに二股で。そう二股になるんです、例えばこうやって入ってきたとしましょう。こうやってたら
こういう風にしてあげれば、これとこれがこれとこれが横向きになってますので、なります上に出てるこれを切ればいい、うんうん、そういう感じで横の部位をこうやって作るようにしてあげましょう、うん、っていうのが僕のこの簡単な法則っていうはい、やつなんですけど、強いのが中指と親指、弱いのが小指、こうやって生えてるのをこうやって下げた時に横向きに出てる中くらいのこの人差し指と薬指を残してあげましょうっていう考え方なんですよ、はい、っていうのを前提でやってあげるわけです。伝わったかななのでこれで今実際やってみますと、じゃあこれ例えばこうやって生えてたとしましょう。これをグッと下げるときに中くらいの2つが V になるような、ここで切ってあげると、はい、倒した時に強いのと弱いのが横並びだった場合はどうするんですか？強いのと弱いのが横並びだったらそれでいいんじゃないですか。それでもいいんですね。だってその2つしかない。じゃなくて3つ入ってて、同じのが2つ、強いのが1つあって、倒した時に強いのと弱いのが横並びになった場合は弱いの切っちゃっていいんですか？弱いの切ってでもいいし、強いのも強すぎたら長くなっちゃうので、逆に弱いのを残して強いのを切って、で針金を使ってこういう風になっちゃったらこうやって横向きにしてあげるっていう感じでやってみればいいんじゃないかな、はい。じゃあ針金前提だったら同じ強さのやつを2つ残す方が安全か、という感じの作業を実際にやってあげましょう。はい、はい、文人町の黒松はなぜ少ないですか？文人の黒松が少ない理由は、基本的には赤松と黒松っていう2つに分けられますね。盆栽のダメじゃないなんかはい、盆栽の、松でいうと、大きく言って3つかありますね。黒、赤、五葉になってますけども、基本的に、今の時代なので、こういう言い方がどうかと思いますけども、黒松はどっちかというと荒々しくて、少し男性的で、力強い印象に作ることが多いです、はい、で逆に赤松に関しては、ここも全部盆栽町あたりも全部赤松林でしたけども、ひょろひょろっとしなやかな優しい動きで作ることが多い。今少し柔らかく女性的に作ることが多いんですけども、細幹で美しい姿にしてあげるのが、赤松の作り方になってます。五葉松はどちらかというと、どちらもいけるというか、中性的な印象では僕は思ってますけども、なので黒松は本来はどっしりと作ることが多い木ですかね、葉っぱに関しても太かったりとか、幹も太りやすい性質があるので、これに関しても、素材によってちょっと太いのもありますけども、なので、赤松の方が多いんですけども、実際こういう素材は素材としてあるので、セオリー云々じゃなくて黒松で作ってみようかなと思ってます、いろんな美術館とかうちの盆栽園にも黒松の文人木っていうのはありますし、全国的に見てもありますので、とらわれる必要はないかなと思いますけど、どちらが向いてるかっていうと赤松のが向いてるには違いないかもしれないですね。はい、っていう感じです、あとはですね、こう枝がそれぞれあるんですけど、その懐から生えたようなこういうような芽に関しては今回はもう取っちゃいます。元気は良くていいんですけども、今回は枝をしっかり文人なので見せてあげたいので、中の方にぐちゃぐちゃっと生えてるやつは取っちゃいます。さっき固形順とかって話しまして、なんでやるんですかっていうと、そこに芽がいっぱいあると力が溜まってブクブクとブクブクと太っちゃうからですっていう話したんですけど、ここがまさにですね、太ってる、こう来てキュッと太くなっちゃって、で上がまた細くなってる感じですよね、やっぱりこれで言うと、本来で言うとあんまりは美しくないですよね、苔順だから下からこうちょっとずつ細くなっていくのが一番綺麗、だけど途中でボコってなっちゃうから、なので将来的に言うともしかしたら
この枝を使わない方法っていうのも考えていっていいんじゃないかななるほと思いますど。ちゃんと芽かきはいをしていればこういうふうにはならなかった、はいということですね。でさっき言ったように、フルッパに関しても取っていきましょう。はい、茶色くなってるのはもう温度無用で取ります。で結構間違いやすいのが新芽とフルッパなんです。これで言うとこれがフルッパに見えると思うんですけど、実はこの中に芽があるんです。はい、ちょっと弱い芽なんですけど、この本物の芽、本物っていうか今年開く芽とこの芽だとやっぱり勢いが違うんですよね。ただ将来的には大きくなって次の戦力となる芽になりますので、こういうのはあんまり取らない方がいいですね。ここの芽が伸びた時に間延びしてしまうんですよ、これがないと。はい、なのでそういう時にここで詰めて短くすることができる大事な芽なので、そういうのは取らないようにしましょう。これもそうです。これはフルッパです。なのでフルッパだけ取りますっていう感じですね。はい、こんな感じでできました。はい、ので、今度は針金をかけていきます。はい、この枝が太いのと、この枝が太いので、まず最初にこの枝とこの枝でかけようかな。はい、その後に裏枝とこのもう一本の枝をかけます。はい、はい。これは1回できたので、今度はこいつとこいつをかけていきます。はい、こんな感じ。針金がすべて OK 終わりましたね。はい、で、ちょっと今長いところあるんで、こういうのを整えていきたいと思います。はい、これはやってもやんなくてもいいです。いいです。まあやったら茶色くなっちゃいますし、ほんのちょっとだけ樹勢は落ちる要因ですね。はい、ただ見栄えがちょっとよく見えるもうそうだし、あとはまあ中に方にも日が当たりやすくはなるかな。嫌がる人もいる。嫌がる人もいる。やるなら全体やってあげた方がいいですね。統一感を出した方がいい。あとそうだ、ごめんなさい。はい、ハスカシしてなかったですね、今思った。ほら、ハスカシなんですけど、こう芽がいっぱいあります。はい、いっぱい芽がありますけども、下の方から順々に今年生えてきた葉っぱを取ってきます。これは何のために？これはその日差しを中の懐の方に当ててあげるためなんですね。風通しも良くしますし、やっぱり中の方に日が入らないと中の方の芽が変えてしまいます。あとはだいたいこうやっていっぱい葉が揃ってる枝って、枝の先端だったりとかするんですけど、植物の生育上その先端の方からどんどん樹勢っていうのが弱くなってくるんですよね。一番先端が強くて、下の方が弱いっていう関係になるんですけど、先端っていうのはこっちですね。そう、頭ですね。下の方が弱くなる。弱くなっちゃうんですけど、こっちの力を押さえつけてあげることによってこっちにも力がいくようにしてあげる作業です。じゃあ上の方のが多く葉っぱを抜いて、はい、下の方は多く残すと。そうですね。はい、よく七五三っていう言い方しますけども、はい、3枚5枚7枚っていう人もいるんですけど、私は割合とかニュアンスの話でいいのかなと思ってまして、3割残す5割残す7割残すとか、そういう感じでやってあげれば、いいと思います。はい、ハスカシはこの時期なんですか？そうですね。もうちょっと前にやってあげた方が本当はいいんですけど、今からでもやってあげた方がいいかな。もう少し早い方がいいですね。でも動画上がる頃は。もう新芽に影響するから？そうですね。はい、できました。はい、そしたら植え替えをやっていきたいと思います。はい、今ちょうど太鼓の鉢があったので、太鼓にしてはちょっと深いんです。はい、なのでこれに入ればいいなとは思ってるんですけど、ちょっと抜いてみないとわからないので、抜いてみようと思います。
大体もうこういうのは下の方はまとまってるだけなので、時短でやればこうやってザクっていっちゃうんですけど、包丁でまずは下からやってあげると取りやすいですね。とぐろ巻いてるやつをこう引っかいても引っかいても多分すごく長くなるだけなんですよ。根っこが伸びていくだけだから、逆にそこだけ切っちゃったら短くなるじゃないですか、根っこが。そういうやり方の方が時短になりますよ。使ってるのはネカキ棒です。ステンレス製で非常に使いやすいので、ぜひストアでお買い求めください。でありがとうございます。これも入れていかないと、そうね、せっかくだから。最近ショップ売れてますよ。あれ、なんでか。そうなんですよね。全然商売につなげてないんじゃないですか、動画を。私のビジネス批判やめてください。だからそれは僕らが言わないといけない。まあで出てるからね。そう、助かります。鉢が国風店でほぼ売れましたよ。すごい。エバチはすごい。皆様の優しさで、運営しております。ありがとうございます。ありがとうございます。同業のみんなも見てくれてますね。そうですね。声いっぱいかけてもらって、いろんなところに私も行ければなと思っておりますので、そうですね。お楽しみにいただけたらと思います。随分根っこ少なくなりましたね。根っこ自体が元気そうですね。元気なんだ。もっとちっちゃいのでも生えるか。入りそう。意外とちっちゃく入りそうね。ちょっと攻めてみる。結局それにしたの？にしました。いいのがなかったです。いいのがなかった。いや、これも合うと思うんですけどね。もうちょっと攻めれそうだったってことですね。そうそう。ちっちゃい味でも。ただもう一個あったんですけど、これ植え替えはね久しくやってなかったような木だと思うので、そこで急に締めちゃうと木への負担がすごいなと思ったので、今回はこれにします。はい。あらかた大きい土を入れたら、その上から細かい土を入れて、つついてあげましょう。そうすると大きいのが上に出てきて、ちっちゃいのが中に入ってくるんで。で最後細かい土を入れます。苔でも貼ってみましょうか。はい。貼ってきました。はい。こういうカマツとか松で古さを出すときにはこういう日苔っていうのを幹の近くに置いてあげると古さが出ると言いますか、こういう感じですね。なるべくもう本当に幹の近くにあげましょう。こっちの辺に日苔があるのはちょっとおかしいので、幹自体についてるイメージですかね。そうです。近くに。できま
ました。はい、お疲れ様です。はい、黒松の針金掛けと植え替えということで、ざっと今の時期にやる作業の、目摘みとかハスカシっていうのを行って、その後に針金をかけて植え替えたっていう動画になりました。はい、素材に関しては、今当時に結構置いてある素材でやったんですけども、文人帳の木というところで、それを生かした動画になったかなと思います。ポイントとしましては、この枝ですね、落ち枝をしっかり作ってあげたっていうところと、しっかり必要なところの枝だけ残して不要な芽を取ってあげることによって、すっきりした印象になったかなと思ってます。細さを生かしたような樹形作りができるといいかなと思いますので、今後は、例えばこの頭じゃなくてこっち側の頭にしてあげるとか、そういうのもありなんじゃないかな。こっち側の頭？いや、これを頭にしてこれを取っちゃってっていうことですね。ここがコブになっちゃってるからっていうところが一個あるかなと思いますけども、今のところこのままでしっかり育てていけば、もうちょっと古さも出てきていい木になるんじゃないかなと思います。頭はまだあれですよね、缶抜きというか車というか、そうですね、結構残してますよね。はい、だから今の時点で頭とこれはまたなんとなく分かるんですよ。こっちこれねを残すのは分かるんですよ。これはこことの間がちょっとあるからそうですね、残して、でもう一個裏枝、ちょっとやっぱり寂しくなりすぎるっていうところと、少し長いんですよね、頭が。なるほど。なのでそれを埋めるために、これをここまで頭するんだったらこれはないとちょっと寂しくなるのでつけてますけども、なるほど。だから現段階でのこのうまく作るというか、そうですね、綺麗に作るために、あえて残してるって感じですね。なので短くするときはこの長いのを全部取っちゃってもいいと思うし、もしくはもうこれを全部取っちゃって、さっき言ったようにこっちを頭にしてもいいと思うし、なるほど。いろいろ遊びがいがあるような木だと思いますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうかという感じです。なるほど。はい。値段は？これ木の値段5000円ですね。素材は5000円。はい、東京さんで売ってます。はい、ちょっということで、ちょっと見てみますか、後で。はい。じゃあでもおまけ先、おまけか今きますか。これと同じやつが結構あるね、置いてますんで、曲がってるやつとか、あとはまっすぐのもありますけど、ちょっとこういう風に県外っぽく作れるやつがあったりとか、いろいろ模様着っぽくなってるやつもあれば、いろいろありますので、この中で選んでいただければと思います。はい、7バット8バットぐらいあるかな。はい、大体放題。はい、ぜひ遊びに来ていただいてお買い求めいただければと思いますので、ということで、黒松の剪定、目摘み、ハスカシ、針金掛け、植え替えでした。この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。急にペリータ盆栽さん、ペリータ盆栽電話番号書いてないじゃないペリータ盆栽さん、これバッグありますよ。めっちゃ電話番号書いてあるよこれ何ですか？今ちょうど国風期間中でして、この間一昨日かな、ちょうど中日だったんですけど、その時にいろんな各国から、本当に計もう100人以上ですね、いろんな団体さん来てくださいまして、でその中のお一人イタリアの方だかな、プレゼントということでいただきました。なんかこういう日本文化を好きな方がこんだけいるんだなと思って嬉しく思いましたし、であとはそういう人たちに僕らの考え方とか思ってるところとかを今度向こうに行っても説明したいなとか、そういうのも思いました。やっぱり向こうは向こうでね、文化が発展してると思うんですけど、実際日本の僕らがどう思ってるのかとか、どういう考え方で盆栽やってるかとかっていうのを改めて伝えたいなっていう気になりました。じゃあ行くと
行かせてください。どこのそれ国。どこでもいいですよ。あ、本当ですか。はい、呼んでください。あ、呼んでってくださいってことね。呼んでください。はい、じゃあ皆さんカンタ君呼んでください。はい。なのでまあ実際言うとその考え方がいろいろ派生してしまって、まあ派生するのはすごくいいことで、でも僕らが思ってくるとちょっとずれてる部分があったりとか、それはそれで良さがあったりとかするんですけど、なのでそれを踏まえた上で僕らは何を思ってるかとか、こう考えてるよみたいのを伝えられたらなと思ってます。まずはありがとうございました。はい、また引き続き来年も遊びに来てください。チャオチャオチャオ。おまけだな。はいはい